皆さん、おはようございます。旅の18日目。今はベトナム北中部のフエにいます。2日間続いた雨が止んだので、今日は北へ進もうと思います。今朝、シャワーを浴びましたが、お湯が出なくて少し寒かったです。フエといえば王宮が有名ですが、入場には料金がかかるため、次回の機会にしましょう。次の目的地までは 200km もあり、いつもより早めに荷造りを終えて出発します。今日の天気は涼しくてとても快適です。いい旅ができるといいな。機会があればまたフエにも遊びに行きたいですね。現在、フエのファンバンドン通りを走っていますが、道が工事中でかなりの埃が待っています。イエンチュンニ橋を渡ります。この橋からは両側にポンロイ川が見えます。ポンロイ川はフエ省にある大きな人工河川の一つだそうです。ポンロイ川はとても長く、周囲には木やお寺がたくさん見られ、その景色が印象的でした。タオロン橋を渡ります。この橋からは両側にフン川が見えます。この川は昨日川沿いを散歩したあのフン川です。この辺りは東シナ海につながっており、少し進むと汽水域が広がっています。面白そうな場所を見つけたので、少し寄り道してみます。ルーチャー森という場所です。自然保護区の看板が立っていて、森の中ですが、道がきれいに整備されているのが印象的でした。観光客もちらほら見かけます。景色がきれいで、みんな写真を撮っています。また、ゴミ箱が設置されていて、ベトナムでは珍しい光景ですね。水牛もたくさん見かけました。ベトナムには水牛はビジネスや財産の始まりということわざがあります。農業と水牛は非常に深いつながりがあります。特に昔は農業機械がなかったため、水牛は田んぼの耕作などに欠かせない存在でした。暑い気候や激しい雷雨の中でも、土を耕したり、田を整えるなどの重労働を担い、人々を支えてきました。現在でも、特にベトナム北西部の山岳地帯では、水牛の存在は重要です。海から最も近い国道 49B 号線を走っています。海を眺めたかったのですが、見えるのはなんとお墓や霊廟ばかりです。景色自体は美しいのですが、どこを見てもお墓が並んでいます。タムザン橋を渡ります。この橋から両側に見えるのはタムザンラグーンです。フエの中心地から約10キロほど離れると、周囲はお墓だらけです。ここまでお墓が多いと、生きている人と亡くなった人が
一緒に住んでいるような気持ちになりますね。皆さん、怖くないのでしょうか？これは牛です。水牛ではありません。こちらではさつまいもを育てていますね。土を高く盛り上げて栽培するのが特徴的です。こちらは水牛です。大きな角が特徴でかっこいいですね。ガソリンを入れました。Ở đây người ta mua xăng quá trời luôn rồi thấy không? Hồi xưa ở dưới quê của chồng cũng nhiều quá giờ vậy nè. Bây giờ hết rồi. Hồi xưa người ta hay trồng cái hàng tre vậy để làm hàng rào nè. Cơm có cà phê luôn. お腹が空いたので朝ごはんにします。まずは冬瓜のスープです。冬瓜は暑い季節に体を冷やす効果があると言われ、ベトナムではよく食べられています。次に豚耳のサラダです。豚耳のコリコリとした食感が特徴的です。バナナの花のサラダです。バナナの花は1本の木で1、2個しか取れませんが、1ヶ月ほど置くとたくさんのバナナの実がなります。バナナの花はバナナが豊富に実るベトナムならではの食材ですね。宗廟を見かけました。宗廟は一族の祖先を祀るための建物で、先祖の霊を祀る祭壇があります。ここでは家族や親族が集まって供養や儀式を行う場所です。フエの一部の文化ではお墓を非常に大きく作る風習があります。中には生きている人の家よりも大きなお墓があるという話も聞きましたので、今回はそれらを実際に見てみたいと思います。大きなお墓を建てる家族は運が良いとされ、その家族の誇りとなると考えられています。そのため、フエには大きなお墓や霊廟がたくさんあります。フエで大きなお墓を建てる風習は、祖先を敬い、死後の世界に対する深い信仰と強く結びついています。特に王族がいたフエの地域では、先祖を敬う文化が今でも色濃く残っており、お墓の大きさはその家族の社会的地位や尊敬を象徴するものとされています。この辺りは土地が砂地で農業ができないため、農業の代わりに多くのお墓が作られているように思われます。田んぼやお墓など同じ風景が続いていて、だんだんと眠くなってきてしまいました。浸水時にはこの道を通らないようにという看板も見かけました。道には水位を測る目印がたくさんあります。100と書かれているのは100センチメートル、約1メートルの高さを示しており、この地域では浸水が頻繁に起こることを意味しています。この辺りは毎年台風が多いため、農業を営む人々は大変です。地理的に不安定な場所にポートがあったことに不思議を感じましたが、フエはベトナムの中央部に位置し、
北部や南部の均衡を保つ場所にあるため、国家の管理に適していたと言われています。さらに、山脈や河川に囲まれ、自然の防御があるため、攻撃を防ぎやすい位置でもあります。海にも近く、周辺諸国との交易や軍事的なつながりを維持するにも有利だったそうです。Hồi xưa ở quê chồng cũng nuôi vịt kiểu này nè. 向こうの川には100匹以上のひよこが泳いでいます。こんなにたくさん泳いでいるのは珍しいです。Cua cá quá trời luôn. Ủa ở đây người ta không có bắt ha. Đó trời cá luôn. 浅い水辺には小さな魚が泳いでいます。上省からクアンチ省に入りました。この辺りにはたくさんのソムの門があります。ソムとは集落を意味する言葉で、ここではウィンスン村の14番集落と書かれていました。隣には13番集落もあります。集落の入り口には竜などの飾りが施された門があり、とてもかっこいいですね。こんなに広い畑でも洪水が起きた場合、すべてのお米が壊れてしまうと思うと、なんだか悲しい気持ちになりますね。クアンチ省のカフェで一休みします。飲むヨーグルトと桃の紅茶を注文しました。クアンチ省の方言はなかなか聞き取りづらいですね。以前、クアンチ省の方言で喧嘩している動画を見たことがありますが、まるで別の言語のように聞こえるほどでした。上省では国道 49B 号線を走っていましたが、クアンチ省に入ると国道 49C 号線に切り替わりました。クアビエット橋です。2010年に開通しました。両側にはダッハン川が広がっており、クアンチ省最大の川です。橋のすぐ右側には海につながっており、たくさんの漁船が見られます。クアビエットビーチの近くです。ホテルなどが周りにたくさんありますが、あまり人は見かけませんでした。眠くなったのでカフェで休憩します。約1時間ほどハンモックで寝ていました。この店には店員が1人しかいないので、バイクが少し心配でしたが、風が心地よくてすぐに寝てしまいました。休憩の際には、ついでにカメラや携帯も充電しています。再出発します。道の途中で小エビを干している場所を見つけました。今干しているものはオキアミという小エビで、発酵調味料のマムルックを作るために使われます。海沿いを走っているのですが、海は全く見えず、木ばかりが続いていて、まるで森の中にいるような気分になります。Ủa cá nướng này bán sao chị? À, bán em 2 con ăn chơi được không? Bán đi đừng. Cho luôn hả? Mời quý nè. Cho luôn. Ừ anh đi, mời đó. Mà chưa có mời hết. Cái hồi anh đúng lắm. Đẹp bỏ ra cùng với hồi chứ mà anh đúng lắm. Ở chỗ con không có ai bán cá ngoài ra ngoài đường bán nướng ai vậy á. Để hồi bạn đúng lắm chứ. Hả? Đừng có bạn lại.
Cá gì ta? Cá tít, Cá chích. ngoài cá tít. Đi vô cà xe. Ở đó. Có cái ngoài đó. Ở bên kia các bạn. Mày đi đây, mày đi. Bán ký vậy không à cô? Hả? Người ta mua ký vậy không à? Không có đây cho họ đấy, ship. Mua một tiền được 5 làm được tiền được, mình được hết, mình bán 10.000 bán 20.000 bán, mình Để đi ship cho họ. 道で魚を焼いて売っている人を見かけました。魚を焼いているところを見ていると、おばあさんが魚を1匹くれました。その魚はニシンでとても美味しかったです。価格は1キロあたり4万ドンだそうです。Mấy cái bơm hồi xưa kìa. 爆弾がたくさん置かれている家を見つけました。隣では廃品回収も行っているようです。友達から聞いたところ、この辺りは戦争が終わった後、不発弾がたくさん残っていたため、市民たちは鉄探しの機械を使って爆弾を探し、中の弾薬を取り出して鉄や銅を販売しています。そのため、たまに家の近くで爆発音が聞こえることもあったとのことです。その場所に行ってみると、焼肉のような良い香りが漂っていたそうです。このような理由で命を落とす人がベトナムではよくありました。今は20年前に比べて減ったとはいえ、まだ爆弾の鉄でナイフを作る人は多いです。クワトゥン橋を渡ります。この橋は2003年に開通し、右側には海、左側にはベンハイ川が見えます。ベンハイ川はクアンチ省内を流れ、かつてベトナム中部の重要な国境線となった川です。1954年のジュネーブ協定により、ベトナムは北緯17度線で南北に分けられました。この北緯17度線が北ベトナムと南ベトナムとの軍事境界線となり、ベンハイ川はほぼその上に位置していました。現在、海沿いの道を走っていますが、この橋のさらに西にはヒエンルオン橋があり、ベトナム戦争の歴史的な象徴となった場所です。ヒエンルオン橋は北ベトナム社会主義と南ベトナム資本主義の境界線として機能していました。橋の中央には境界線が引かれ、北側と南側は異なる色に塗られていました。これは実際にその周辺の地域に住んでいた人に聞いたお話ですが、北ベトナムと南ベトナムの境界付近に住んでいた人々は生き残るために北側につくか南側につくかを選ばなければなりませんでした。その結果、家族はすべての子供を失うことを避けるために兄を南に送り、弟を北に送るといった形で家族を分けざるを得ませんでした。もし兄が戦死したとしても、弟が生き残れば新しい生活を続けることができるという苦渋の選択でした。クアンチ省はベトナム戦争の20年間で最も激しい戦場の一つであり、最も爆撃された地域の一つでもありました。Đại là hết cả. Đây là mấy cái vị trí đẹp đẹp là hết cả hết trơn không à. 海沿いの県道573号線と9号線を走っていると、クワトゥンビーチが見えました。フエ省とクアンチ省のビーチは白い砂浜が特徴的です。この時は水が少し茶色がかっていました。ちなみに北部の海では砂が多く水と混ざり合っているため、他の地域のような青いビーチはあ
あまり見られません。道路が工事中で、バイクでは少し走りづらかったです。次に石井岬に立ち寄りました。テーブルなどが置かれ、ちょっとした広場になっています。ここから海を眺めることができます。不安地省に入ってからあまり人を見かけませんね。目の前にはホームステイもありましたが、周りに何もなく人も見かけなかったので、別の場所を探すことにしました。田舎道に入ってしまいました。なかなかいい景色に出会うのは難しいですね。右側には胡椒畑が見つかりました。昔、胡椒は中世ヨーロッパでは貴重品として金と同じ価値がありました。ベトナムでは胡椒の価格がよく変動し、農家の中には倒産してしまった人がたくさんいます。私の友人もその一人です。道がだんだんと怪しくなってきました。ほら、前の道を見てください。道が狭い上に整備がされていなくて、デコボコしています。この道を走れるか不安でしたが、全集中で走りました。もう少しで倒れそうになり、危ないところでした。一人ならまだいいですが、50キロ近くの荷物と2人乗りのスクーターではかなり厳しい道でした。道の整備状態までがわからないのがマップの怖いところですね。特にベトナムでは道路情報が少ない上に立っても古かったりするので、海沿いを走りたいというこだわりがある場合、ルート選択にとても悩みます。nó không cắn đâu. かなり長い間走っていますが、本当に人と会うことが少ないですね。どうしてかな？おそらくここは発展が難しく、若い人たちはハノイやサイゴンで未来を探しに行ったのかもしれません。カフェで休憩します。今、グアンチ省ビンリン県にいます。ハンモックでくつろいでいますが、蜂が多くてなかなかリラックスできませんね。30分ほど休憩をとった後、出発しました。海沿いの道を走りたかったのですが、海よりも森やお墓が多く、人をほとんど見かけませんでした。また、海沿いの道が途中で途切れていたため、国道1A号線に入ることになりました。グアンチ省からグアンビン省に入りました。国道1A号線沿いには
温泉湖があり、これはクアンビン省に位置しています。Số 73 là Quảng Bình, 74 là Quảng Trị. この国道1号線は比較的海に近いため、風力発電所が見られます。ここの砂の色は白く、以前行ったムーネーの景色に似ています。夕方の景色が本当に綺麗で一番好きです。バイク旅をしていると毎日夕日を見ますが、いつも色合いや雲の形が違っていて面白いです。道は整備されており、特に先ほどのデコボコした道を走った後では、とても綺麗な道に感動します。老朽化した橋という看板を見かけました。調べてみると、2024年時点でクアンビン省には16本の老朽化した橋があり、そのうち一部は崩壊の危険性が高いため、現在点検中とのことです。クアンビン省の省都ドンホイに入りました。人が増えて街が賑やかになってきました。やっとレイビーチの口コミが良かったので少し楽しみにしていましたが、道路からはフェンスだらけで何も見えませんでした。またビーチ内は工事中のようでしたし、遊泳禁止の看板も見かけました。さらに海沿いには飲み屋が約40軒ほどずらっと並んでいました。まさに永遠と続いている感じです。店の前には客引きやバイクが多く、好みの雰囲気とは少し異なっていたので、今回はビーチなしで楽しむことにします。喫茶店で休憩しながらホテルを探しています。今回はホテルに泊まることにしました。ホテルで休憩した後、街を散策しました。ホテルのすぐ近くには面白いショップがあります。Cột tóc à, cột tóc à, có bán không? Buộc tóc, cột tóc ở đó có cột tóc có không? Đây ちょうど紙ゴムをなくしていたのでラッキーだと思いました。 Giống như bán 100 yên đó. 16.000 là 100 yên à. 値段がほとんど均一で、まるで100円ショップのような店です。cái này đậu phộng mà. Bánh gì không biết nữa, không ghi tên này. Nhiều quá. Không, cái này màu ghê quá. Đậu đen đó. Cơm cháy với đậu đen á. 大好きなピーナッツキャンディーと緑豆あんの大福、トウモロコシ揚げを買いました。お菓子がたくさんあってテンションが上がりますね。Ồ, cái loài nhỏ nhỏ ăn say nè. Là sản phẩm gì nè? Sứ đông. Sứ đông. Trồng người ta kêu là trồng Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trồng hả? Nói quen rồi đó, nói nhiều à.
早速大福を食べてみましたが、ちょっと甘すぎて喉が渇き、すぐに胸焼けしてしまいました。綿棒も買いました。フォーのお店に入りました。丼がかなり大きいですね。値段はサイゴンと同じぐらいでした。スープの色を見て、骨の処理に少し疑問を持ちましたが、今は本当にお腹が空いていたので、食べ物があるだけで嬉しかったです。ちなみにフォーは北部と南部で味が異なります。特に北部では砂糖の代わりにうまみ調味料を多く使い、特に味の素がよく利用されています。また北部の方はネギが多く、スープはあっさりしていますが甘みがあります。ここの方は北部の味付けでした。とても美味しかったです。サイゴンでも美味しいフォーのお店があるので、今度は味比べをしてみたいと思います。今日はフエ省からクアンチ省、そしてクアンビン省まで約 200km をバイクで走りました。海沿いの道を走りたかったのですが、道が整備されていない箇所があったり、お墓ばかりが目についたりと、今までとは違った雰囲気を肌で感じることができました。明日も良いことがありますように。皆さん、おやすみなさい。メトライフキャンパスからお知らせです。ホーチミン市内でお困りごとはございませんか？ぜひメールにてご連絡ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。